ストーンズの日本のファンクラブの会長さんなんですよね。もう、はい、今年でストーンズって何周年なんですか？60周年で、ちょうど今年60周年で、それでツアーもこの間ヨーロッパツアーが発表されて、ただ今ウクライナ問題でちょっとギクシャクしてるみたいですけど、順調にチケットを売り出してソールドアウトになってる部分があって、ただそのチャーリー・ワッツが亡くなったこともあってね、逆に盛り上がっている部分はあるんですけど、やっぱり日本のファンクラブの会員の中にはもうチャーリーがいなければストーンズファンをやめましたっていう人は吉見さんもやっぱりそうな感じですか？やっぱり、スティーブ・ジョーダンも最高だけど、やっぱりなんかチャーリー・ワッツがね、だからブライアン・ジョーンズの時に一度そういうのあったけど、そうなんですよ。鼻からストーンズはね、やっぱり生と死っていうか、その死の問題っていうこととちょっと関わり合ってきてるバンドなんですよね。生きるっていうことについてね。ブライアン・ジョーンズで亡くなったのは69年ですからだいぶ前ですけども、やっぱりチャーリー・ワッツの80歳とはいえどね、やっぱり不老不死でずっと生きてるような感じでいたんですけど、それがなくなったショックっていうのはもう去年の8月やっぱりショックで、何にももうなんかこうファンはだいぶガクッときましたね。もちろんある意味チャーリーがストーンズを支えてたっていう話もありますしね。そうですね。やっぱり元気な時は意識してなかったですけどね、チャーリーのドラミングって独特であるし、それからなんか速くなったり遅くなったりする感じとか、その理由自体はいろいろキースがのリズムに合わせてるとか、ミックの歌に合わせてるとか言いますけども、バンドっていう中でそのちょっとしたリズムのグルーブっていいますか、ズレをね、うまくこうコントロールしてきた太鼓叩きっていうのはやっぱりすごいなと思いますよ。僕はエクスペンシブ・アイノズっていうキースのソロツアーでアメリカ中ずっとついて回ったことあるんですよ、1988年にね、その時にスティーブ・ジョーダンとも親しくなって、でスティーブ・ジョーダンとホテルのロビーでこれからコンサート行くっていう時にバンが来るまで待ってて、バンドのメンバーとこう車座になってソファに座ってね、それでおしゃべりしたことがあるんですよ。30分ぐらいでしたかね。でその時からスティーブ・ジョーダンと顔見知りになって、僕のことをストーンピープルって言うんですよね。ストーンピープル、それでびっくりしたんだけど、どういう意味だストーンピープルっていうのはファンクラブの会報のこのストーンピープルっていう名前なんですけど、これ僕がファンクラブ始めるときに友達が名前こういうの会報の名前つけるのにストーンズじゃなくてストーンですね、一人一人ストーンのピープルっていうなんていうかな、そのニュアンスはファンの集まりっていう意味ですけど手つけたんですけど、これを配ったわけですよ。スティーブ・ジョーダンもこれをストーンピープルっていう意味を説明して、こうニュアンスをですね、それから僕をストーンピープルって言うんで、でびっくりしたのはいつだったかな、エリック・クラプトンのドラマで武道館公演やってきて、で僕1階の席からできるだけステージの方に近づいていって、それでなんかリハしてるっていうか時にスティーブって呼んだんですよ、そしたらスティック持って
スタンピープルって叫んだ時すごいそれ。びっくりしましたけどねそれが覚えててくれたんだっていうか覚えられるね原因があるんですよ。その88年にキースのバンドのエクスペンシブ・ワイノーズっていうのにくっついていったら当然どうしたかっていうとそのジェン・ローズのキースのマネージャーのオフィスがニューヨークにあるんですけどそこと連絡取りながら次はどこへ当時インターネットも何もないのでね次の公演地も分からずにボストンで2回見るつもりで行ったのを1回見ちゃったらもう取りつかれたような僕その時サラリーマンだったんですけど1週間で帰る予定がとても帰る気持ちにならなくてそれで僕一人で残って、着いた空港からニューヨークに電話してそれでホテルの名前聞いてそのタクシーでホテル行き予約もしないでホテルに泊まる、で当然キースに会いたいからその部屋をもうホテル中ぐるぐる回ってするとスティーブ・ジョーダンとかに会うわけですよね。お前何やったんだでちょうどほら天皇陛下が昭和から平成に変わると言って天皇陛下がなんかニュースで倒れたとかなんか言ってるのに大丈夫かとか言ってていやいや天皇陛下どころじゃないよってある時なんかキースが部屋のドアを開けてなんかワイワイしてたんですよ。たまたま同じフロアに泊まったんで部屋がそれでそこの部屋になんかぼーっとしながらその部屋に入っちゃったキースが床で寝てるんですこうやってそれで見知らぬ人が僕が入ってきたために、びっくりして起き上がって、奥の方では、なんていうんですか奥さんとパティとかいてねなんか騒いでる感じだったんですけどこっちも驚いたし向こうも驚いてそれは驚きますよねでねキースはねなんかミック・ジャガーのようなねなんかデラックスなねなんていうんですか、ホテルの一番いい部屋スイートルームみたいな、じゃなくて普通のフロアっていうかまあ割と角部屋で広いんですけどそこへ入っててそれで僕も突然一番最初に出会った時ですからね生身のキースにそれでもう興奮状態でそれで一回部屋に戻ってそれでまたどうしようっていう感じでそれで思い直してまた氷を取りに行くふりをして部屋まで出かけてってそしたらもう部屋がバーンと閉まってもうロックされてもう入ってくるんだそれはそうですよねまあだけど皆さんねストーンズってほら長いじゃないですか、だからそういうまあ僕もバンドずっと長くやってるけど長くストーンズが続いた秘訣って何だと思います？やっぱりね今話した、3ヶ月前にミックとインタビューしてるんですよ、シドニーで、でミックとかキースと会ってみると、実際に会ってみると例えばインタビューの前とかで、スタッフとかそれから取り巻きいますよね、マネージャーとか、それの雰囲気が全然違うんですよ。例えばミックの方だと厳重ななんていうんですか1回ワンフロア借り切るぐらいの勢いの部屋広い部屋で例えば日本でも大倉の一番別館の一番上の何室もあるような部屋に泊まったりですねするけどキースは割と普通のクラスのといっても高い部屋ですから、ホテルですけどねそれでそこに泊まってその知り合いを隣に置いとくわけですよ。知り合いっていうのはバンドのメンバーとかですね。だから例えば
さっき部屋入っちゃったって言いましたでしょ、それで2回目に行った時に閉まってるんで僕どんどんって叩いたんですよここで引き下がったらファンクラブ会長としてはねなんかちょっと話したりしたいなと思って、でどんどんって隣からワディ・ワクテルが出てきてドア開けて「お前静かにしろ」とかって言われて怒られて、その時もこのワディに覚えられたんですよね、ワディがすごい髪ですごい怖いんです、顔目つきっていうのがねすいませんみたいなバンドを維持するっていうのは、合わないことですよね。合わないこと。だからバンド、なるほど。つまりメンバーと合わない。メンバーと合わない。メンバーバンドの維持の秘訣は、なるべく別々に暮らしたい。だからステージとかスタジオとか以外では合わないようにする。てか打ち上げもしないですか、ストーンズは。いや、やるんですよ。やります？やるんですけどね、例えばね、そうですね、ブリジット・バビロンの時にオープニングのパーティーとかはね、例えばボストンのその警察とか消防署とか関係各役所の人呼んだりして盛大にやるんですけど、ホテルの宴会場で、ほとんど近づかないんですよね、メンバー同士が。だからメンバーよくアーティスト写真とかで寄って撮る写真あるでしょ、あれはやっぱりね特別なものなんですよね。だからステージもだからあれは特別なものなんですよね。だからスタジオではもちろん合うんでしょうけど、それ以外ではできるだけ合わないようにするっていうのは、まあコツみたいですね。長くね、もう50年以上ですもんね。